それではスカムバージョン0.9ですね。続きをやっていきましょう。今回はですね、ハイバンカーの仕様がですね、変わってから、銃剣を使った攻略ですね。そちらをやってたんですけども、ショットガンでもですね、攻略ができるということをですね、ちょっと聞いたので、ちょっと早速ですね、ハイバンカー、ショットガンで、攻略していきたいと思います。はい。で、使うショットガンなんですけど、背中に2つですね、背負ってるショットガン、この2つで、攻略していきます。どちらかで問題ないです。で、どちらかというと、この TEC0140、490か、の方で、やった方がいいかなと思います。というのも、こいつがですね、8発入るんですよね。で、もう一つの、このサダスっていうのかな。こちらは7発になってます。で、この2つのショットガン以外にもショットガン一応あるんですけど、今回の、メインはですね、このサプレッサーですね。ショットガンにサプレッサーをつけたときに、ブレナーに、気づかれないらしいです。はい。ちょっとそのですね、どこまで気づかれないかとか、そこら辺をですね、ちょっと今回は検証していきたいと思います。はい。はい。で、使う弾はですね、今回はこのバックショットシェルというですね、中間の威力に当たるものを持ってきています。どれでも問題はないんですけど、バードショットシェルはちょっと弱いかなというところがあるので、バックショットシェルかスラグショットシェルですね。そちらのどちらかを、黒か赤ですね。はい、そちらを使用していただければと思います。はい。では早速入っていきましょう。で、今回はですね、キーカードをちょっと持っているので、ピッキングはせずにですね、キーカードを使って入っていきます。で、ですね、一応ヘッドショットであれば、一発らしいです。レーザーはですね。普通のゾンビもですね、一発なので結構いいと思います。一応このショットガンをですね、使うと、レーザーもヘッドショットで一発です。背中もちょっと撃ってみましょうか。一応背中でも一発は一発ですね。はい。背中でも一発、ヘッドショットでも一発。なので、かなり狙いやすいですね。うん。ただ、複数体相手するときはちょっと、弾が出なかったりする場合があるので、気をつけないといけないですね。よし。では、下にちょっと下がっていきましょう。ちょっと物音をですね、できるだけ立てながら、どこまでですね、ブレナーとかが反応するかとか、あとレーザーがですね、どれぐらい落ちてくるかっていうのも試してみたいですね。なんか爆発しましたけど、多分違う。ドローンですね、今の。うん。ヘッドショットができるんで、だいぶ楽ですね。ただ、離れれば離れるほど威力が弱くなると思うので、そこだけちょっと注意ですね。この金網も多分全部、うん、通り越すので、かなり楽ですね。うん、銃剣よりも楽かも。で、今のところ、1回でどんどんぶっ放しても、何も、レーザーは、レーザーでブレナーは来てないですね。うん。問題なさそう。あとはリロードをしっかりしておくことですね。で、ちょっと遠距離武器っていうことなんで、離れて、撃っちゃうことがあると思うんですけど、できれば至近距離でヘッドショットを狙う方が効率は良さそうですね。はい。無事2階にたどり着きました。はい。
ですね、今ちょっと結構ですね、レイザーと戦ったんですけど、どうもですね、やっぱりしゃがんでるレイザーとかを起こしてしまう場合があるみたいですね。こっち側に、いるレイザーですね、向こうにちょっと見えるんですけど、ああいうレイザーをですね、起こしてしまう場合があるっぽいです。銃声でですね。レイザーは結構敏感かもしれないですね。このショットガンの音には。ちょっと向こう側にいるんですけど、ここから多分レイザー落ちてくるんで、それをやった時にどう反応するかちょっと見てみましょう。はい。一応向こう側にいるレイザーは反応してないですね。ただ、結構連続で落ちてきたりしますね。あと、ショットガンの廃墟がですね、終わっていないとすぐに撃てないっていうやつですね。ショットガンの一番の弱点が出てきたりすると、ちょっとゾンビの数が多かったりすると厳しいですね。はい。では、2階のですね、配電盤に来ました。ただやっぱりですね、音が出るんで、結構レーザーが落ちてきますね。銃剣ほど楽ではないです。はい。では、A、B、C、G で、ブレナーの部屋まで行ってみましょう。ヘッドショットだったらもう完全に一発ですね。なんで、座ってるレーサーとかがいても、そんなに難しくはないかもしれないですけど、ゾンビがやっぱ厄介ですね。なんか次に来るのが早いですね。ショットガンだと。多分音のせいだと思うんですけど、ここら辺でぶっ放しても、特にブレナーが来る様子はないですね。結構ぶっ放してますけど。でですね、ブレナーがどのくらいで反応するかなんですけど、1発、2発、3発、4発、5発ぐらいで反応しますね。なんか蓄積っぽいです。音のなぜかはわからないですけど、音がある程度鳴っちゃうと来るみたいですね。なので5発ぐらい連続で撃っちゃうとブレナーは来ちゃう。で、ここら辺のですね、おそらく、C ブロックの先ですね。ブレナーがいる直前の通路。あそこら辺までだと思います。うわショットガンで遠距離の、レーザーをやるのはちょっと得策じゃないですね。近距離でちょっと下がりながらやった方がいいですね。やっぱ飛びかかり攻撃がきついので、ショットガンだからといって、遠距離でやると今みたいに使われる気がしますね。はい。だからブレナーに気づかれるのが、連続で5発ということが分かったんですけど、おそらくですね、5発以上撃ったとしても、ある程度間隔を開けてあげれば気づかないんじゃないかなと思うので、ちょっともう一度試してみましょう。はい。ここでいきますね。見えてる状態で、ちょっと撃ってみます。一発。なんか別のやつが反応しましたが、2発。ゆっくりいきます。3発。4発。あで、5発ですね。やっぱ間隔を空けてあげると大丈夫っぽいです。6発。7発。打ち切りましたね。本当に連続でバンバンバンって打たない限りは、5発以上打っても大丈夫っぽいです。うお、いた。いった。
いった。このカチャって配球が終わってない時が結構きついですね。うん。これだけやっても、一応ブレナーには気づいてないですね。気づかれない。なので、そんなに、ショットガンで音を出したとしても、ブレナーは本当に、切羽詰まった状況でですね、連打しない限りは大丈夫そうですね。うん。でゾンビがね、やっぱりいっぱいいちゃうと、ガンガン撃ちたくなるんですけどね。うん。あと、レイザーには、ちょっと接近戦では結構不利ですね。ショットガンは。うん。さっきみたいに、廃墟が終わる前に攻撃を受けると、廃墟をしてから撃とうとするので、そのモーションが結構、時間がかかってしまって、攻撃を食らってしまいますね。うん。そこの対策がちょっとなかなか難しいかもしれないですね。なので、ショットガンはかなり有効だというところが、これで分かったと思います。うん。ただ、ただ、ただちょっとですね、ソロでやるんだったら、やっぱり銃剣の方がいいですね。外にこの銃声が聞こえてしまうっていう点が一番のデメリットになるかと思います。この記述をですね、軽減できるということを聞いたんですけど、やっぱ若干厳しいですね。この廃墟が入ると結構きついですね。廃墟が入ってしまうと、うん、かなり時間がかかるので、うん、ショットガンはやっぱ難しいです。で、気絶すると銃を落とすみたいですね。うん。これならハンドガンの方がまだ楽かもしれないですね。うん。でもハンドガンはですね、ブレナーが気づくんですよね。この2階層でハンドガンを使ってしまうと気づいちゃうので、うん、ハンドガンはダメなんですよね。なぜハンドガンのサプレッサーはダメでショットガンのサプレッサーは大丈夫なのかっていうところはありますけど、うん、そういう仕様みたいですね。で、この今使っているテック01の490と、サダスっていう、ショットガンはですね、どちらもポンプアップ式になっているので、連続して撃てないという弱点があります。これがやっぱりレイザーがですね、なかなか処理できない原因にもなってるかなと思いますね。うん。ソロで来るなら銃剣ですね。仲間たちで来るんだったら、このショットガンを使ってっていうのもありかもしれないですね。ショットガン安いですし、うん、弾もですね、豊富に手に入るので、選択肢としてはありかもしれないですね。自分はやっぱショットガンはあんまり好きじゃないので、うん、気持ちいいですけどね。めちゃくちゃ気持ちいいですけど、うん。これがちょっとハイバンカーの選択肢に入るかどうかは、状況次第というところですね。PVE ならいいかもしれないですね。うん。PVP はちょっと音が出すぎるので怖いですね。ハイバンカーで一番怖いのはブレナーでもレイザーでもなくて、出待ちの PVP なんですよね。そこで待ってるプレイヤーが一番怖い。うん。背中でもヘッドショットでも一撃なので、うん、処理自体はすごく簡単ですね。ただ、この構えてる時のですね、歩行速度がめちゃくちゃ遅いので、そこが結構きついですね。うん。で、ちなみにですね、先ほどみたいにショットガンを撃ったようにですね、ハンドガンを撃つとどうなるか。一発。
2発。3発。ああ、ダメですね。もうおそらく2発ぐらいが限度だと思います。うん。間隔を空ければ、なんとかいけるかもしれないですけど、ハンドガンで間隔を空けて撃つことってほとんどないと思うので、うん。ショットガンだったら、5発までいけるんでですね、わりかしいいんですけど、本当はハンドガンが5発ぐらいの方が良かったですね。ハンドガンだったら、背中をですね、撃つのも結構簡単なので、なぜかレイザーは反応するけど、ブレナーは反応しない。不思議ですね。だからここら辺ですげえ連射しても、ブレナーは来る。あ、ここら辺 A ブロックとかで連射しても大丈夫っぽいですね。うん。A ブロックで連射しても大丈夫。走っても大丈夫そうですね。うん。この C ブロックに来たぐらいがもうダメっぽいですね。ハンドガンも。うん。なのでハンドガンをここで連射したりすると、あ、C ブロックでも大丈夫そうですね。ハンドガンは。C ブロックを越えてブレナーの部屋に入るとダメっぽいのかな。ちょっとそこも検証してみましょう。うん。1、2発は大丈夫でしたよね。なので3発ぐらい撃ってみましょうか。ああ、来ますね。やっぱ3発ぐらいで気づきますね。はい。ということでですね、ハイバンカーのショットガンですね、の攻略をちょっとやってみました。ショットガンのですね、サプレッサーがつくこの2つのショットガンに関しては、ブレナーのですね、目の前で撃ったとしても5発ぐらいは、4発か、5発で気づかれたので、4発ぐらいは OK ですね。連続で撃ったとしても気づかれない感じですね。うん。なので、結構有効じゃないかなと思います。ただ、レーザーをですね、複数相手にする場合とか、ゾンビですね、を複数相手にする場合は、ちょっと厳しい感じですね。あと、銃声がやっぱり外に漏れてしまうっていうところも、ちょっとデメリットではあるかなと思います。はい。ということで、今回はですね、ショットガンで、ハイバンカー攻略やってみました。はい。ということで、今回はこれまでにしたいと思います。はい。お疲れ様でした。